京都に残る近代建築の数々。その外壁や内装にある特別なタイルが使われているのをご存知でしょうか。泰山タイルです。泰山タイルは池田泰山が東九条に創業した泰山製陶所で作られた建築用装飾タイル。大量生産の工業製品ではなく、小ロットの手作りを貫き、美術工芸品として愛されました。やがて、施工や管理が容易な新建材が普及すると、煽りを受けた泰山製陶所は1973年に閉鎖。しかし、技術とものづくりの精神は一人の人物に引き継がれました。泰山の孫、池田泰助さんです。かつて泰山製陶所に勤め、現在はモザイクタイル作家として活動しています。池田さんによると、祖父泰山は、キャリアの初期に京焼、清水焼を学び、陶芸の素養を身につけていたそうです。泰山は大正の6年に創業を開始しました。始めました時の当座は日用の雑器、食器とか置物、花瓶、それから茶道具作ってましたし、それを展覧会等にも出していたようです。その後、時代の要請があって、そういう建築の材料に移っていったと。大正時代、建築の主流はレンガ造りから鉄筋コンクリート造に移り、表面を飾る建材にタイルが多用されました。ポント町かぶれん状の外壁は泰山タイル。伝統的な生子壁を模した花街らしいデザインです。一見レンガを思わせるスクラッチタイル。串状に並べた釘で表面を引っかき加工しています。昭和初期に大流行した衣装です。京都を代表するレトロ喫茶、築地。床や窓べり、外壁の腰には色とりどりの泰山タイル。大小様々な種類のタイルを貼り合わせる乱張りという技法で端材を利用しています。ある程度白髪がどうしても残っていったりします。それを現場でランダムに貼っていくと。見た目に乱雑に見えても全体貼れば雰囲気が違う感じに仕上がってますね。池田さんは泰山製陶所が考案したある技法で作品を制作しています。一辺15センチ角の石膏型に粘土を詰めます。針金で平らにカット。粘土を取り出し、乾かした後、釉薬を塗ります。釉薬を乾かし、およそ1250度で10時間焼きます。
美しく焼き上がったタイルを池田さんは割ります。あらかじめ構成していた絵柄に従って色を焼き分けたタイルを割り下絵に置いていきます。そして微調整。工具で形を整えます。この技法は修正モザイクと呼ばれ、泰山製陶所が創業後ほどなくして実用新案を取得。多彩な表現が可能で、現在まで広く用いられています。池田さんの作品の一貫したテーマが森。釉薬の質感で自然の奥行き、季節の移ろいを表現しています。森の向こうにある何かを感じ取ってもらえたら。祇園会館の大壁画に一部修正モザイクが使われています。京都の街が記憶する泰山タイル。昭和の初めに建てられたアールデコ様式の1928ビル。地下に至る階段にはカラフルなタイルアート。これは近年、京都の美大生が手掛けました。さらに歩を進めると、レトロモダンなカフェへ。店内の柱や壁には泰山タイルとおぼしき装飾。形は長方形に統一されていますが、一枚一枚色が異なっています。同じ釉薬を施していても、窯の中で色味が変化する窯変タイルです。普通で言えば均一にするのが大量生産の一つの理由なんですけど、それをしないようにわざと色の変化がすごく出る薬の種類で一枚一枚のタイルを作ったと。大量に作られた製品が貼られているのと比較すれば柔らかい感じに建物が上がると。現存する京都最古の喫茶店として名高い新進堂京大北門前。ここにも泰山タイルが使われています。カウンターには布の折り目模様のような布目タイル。修正モザイクや窯変タイル同様、泰山製陶所の代名詞です。目の粗い麻袋を写し取った石膏型で模様をつけます。焼き物である硬い石のような感じのものを避けて、布のように肌触りの良い雰囲気が柔らかいものに仕上がるように、こういうクロスを一つの材料としたと。2020年にリニューアルした京都市京セラ美術館。重厚な佇まいはそのままに、より開放的な空間に生まれ変わりました。旧エントランスだった西広間。泰山タイルはつつましく色あせた姿をとどめていました。
玄関周りですね、ロビーのエリアっていうのは、一番その大理石であったりタイルであったりオリジナルな技法素材っていうのが残っていますので、そこには新しい施設をつけたりとかって機能をつけたりとかっていうのをしないで、80数年前の様子っていうものを振り返っていただきたいということで、そのままの状態が残っていると。美術館、社交場、喫茶店。京都の近代建築に刻まれた大山タイルの記憶。池田泰助さんは、祖父が愛した仕事を、技と心を、そっと語り継いでゆくのです。